今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。不思議な謎解きで眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画はミステリー、オリジナルストーリーを4話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。謎の鍵と古い箱。アンナ・マクレーンは、ヨーロッパの古城で開催される中世特別展の準備を手伝っていた。石造りの城は、数世紀にわたる歴史を持ち、その威厳を保ちながら佇んでいた。大学教授として歴史研究に従事している彼女にとって、この特別展の準備は大きな喜びだった。ある日、城の地下室で古い木箱が発見された。錆びた金属の鍵がかかっており、箱自体も年代物のようだった。アンナはその箱に強く惹かれた。箱の表面には奇妙な文様が彫られており、それが何を意味するのか彼女の興味を一層引き立てた。この箱、一体何が入っているのでしょうか。アンナは独り言のようにつぶやきながら、箱を慎重に開けようとした。しかし、鍵がかかっているため、すぐには開けられなかった。アンナは城の管理者であるマルクスに相談することにした。マルクスは城の歴史に詳しく、古い鍵や箱に関する知識も豊富だった。彼に箱を見せると、彼の目が輝いた。これは興味深いですね。おそらく中世のものだと思いますが、もっと詳しく調べる必要があります。とマルクスは言った。二人は協力して箱を開ける方法を探すことに決めた。アンナは城の書庫に保管されている古い文献を調べ、マルクスは城内の鍵の収集品を確認した。数日後、ついに箱の鍵が見つかった。アンナは興奮しながら鍵を手に取り、箱に差し込んだ。鍵が回り、箱の蓋がゆっくりと開いた。中にはもう一つの小さな鍵と古びた巻物が入っていた。巻物には見たこともない文字が書かれており、解読が必要だった。アンナは巻物を慎重に広げ、文字を読み取ろうとしたが、すぐには理解できなかった。この文字は古代の暗号のようです。解読には時間がかかりそうですが、この巻物が何か重要な手がかりを示しているに違いありません。とアンナは言った。マルクスもうなずき、この箱と鍵が城のどこかに隠された秘密を解く鍵かもしれません。その秘密を明らかにするために全力を尽くしましょう。と答えた。こうして、アンナとマルクスの冒険が始まった。二人は箱の謎を解明し、城に隠された秘密を探る旅に出ることになった。アンナとマルクスは、古い箱の中にあった小さな鍵と巻物を手に、城の中を探索し始めた。巻物の文字は暗号化されており、アンナはその解読に取り組んだ。一方、マルクスは城の内部を詳しく調査し、隠された部屋や秘密の通路を探した。二人はそれぞれの専門知識を生かしながら協力して、箱の謎を解き明かそうとした。ある日、アンナは巻物の一部を解読することに成功した。そこには、城の一部に隠された宝物についての記述があり、もう一つの鍵の使い方についての手がかりも記されていた。マルクス、これを見てください。この巻物には、城のどこかに隠された部屋について書かれています。そして、この小さな鍵がその部屋の鍵である可能性が高いです。とアンナは興奮して言った。素晴らしいですね、アンナ。この情報をもとにして、その部屋を見つけ出しましょう。とマルクスは答えた。二人は巻物に記された手がかりを頼りに、城内を詳しく調査した。手がかりは古い地図のようなもので、城の特定の場所を示していた。彼らはその場所に向かい、慎重に調べ始めた。調査を進める中で、
彼らは古い書棚の後ろに隠された秘密の扉を発見した。扉には錆びついた鍵穴があり、アンナが持っていた小さな鍵がぴったりとあった。アンナは息を飲みながら鍵を回し、扉を開けた。扉を開けると、狭い階段が地下へと続いていた。二人は慎重に階段を降り、広い地下室にたどり着いた。そこには古い家具や箱が散乱しており、その中にはさらに古い書物や宝石が散らばっていた。ここに何が隠されているのか、もっと詳しく調べてみましょとマルクスは言った。城の元の所有者に関する日記も見つかり、日記には城の秘密と謎めいた出来事について詳しく書かれていた。アンナは日記を読み進めながら、箱の謎にさらに近づいていることを実感した。しかし、その過程で彼女はあることに気づいた。日記に書かれている内容が、現在の出来事と奇妙に一致しているのだ。マルクス、この日記を見てください。ここには、城の中で起こった不思議な出来事が記されています。そして、それが現在の私たちが経験していることと重なっています。とアンナは不安そうに言った。確かに、これはただの偶然ではないかもしれません。何か大きな陰謀が隠されているのかもしれない。とマルクスも同意した。二人は日記を手に、さらに調査を進めることにした。彼らは城の歴史を紐解きながら、過去と現在がどのようにつながっているのかを探求した。アンナとマルクスは、地下室で発見したもう一つの鍵を手に入れ、城内の隠された部屋を探し始めた。巻物に記された手がかりは彼らの探索を導き、二人は城のあちこちを慎重に調査した。鍵を使って城内の隠された部屋を開けることができるという期待が高まる中、アンナは巻物の解読に集中していた。彼女はさらに暗号を解き明かし、新たな手がかりを見つけ出すことに成功した。巻物には、城の特定の場所に隠された部屋の詳細が書かれており、その部屋が城の地下にあることが示されていた。マルクス、ここに書かれている場所を見てください。この場所は、城の地下にある隠された部屋を示しているようです。とアンナは地図を指さしながら言った。確かに、そのようです。私たちはその部屋を見つけるために、地下をさらに調査する必要があります。とマルクスは答えた。二人は巻物の地図を手に、城の地下へと再び向かった。地下室の奥深くには、これまで見過ごしていた小さな扉があった。扉には鍵穴があり、アンナが持っていた鍵がぴったりとあった。扉の向こうには、狭い通路が続いていた。二人は慎重に通路を進み、やがて広い地下室にたどり着いた。そこはまるで、長い間誰も足を踏み入れていないかのようだった。ここが隠された部屋のようですね。さあ、調査を始めましょう。とアンナは言った。マルクスもうなずき、二人は部屋の中を調べ始めた。部屋の奥には大きな箱があり、その上には古びた文書が積み重なっていた。アンナは文書を一つ一つ丁寧に調べ、箱の秘密を解き明かす手がかりを探した。見てください。この文書には城の歴史に関する重要な情報が書かれています。そして、この箱の中には何か特別なものが隠されているようです。とアンナは言った。二人は箱を開けることに決めた。箱の中には、古い手紙や絵画、そして精巧に作られた宝石が収められていた。手紙には、城の元の所有者が書いたと思われるメッセージが残されており、宝石はその価値を示していた。これらの宝物は、城の歴史的価値を高めるものでしょう。しかし、ここに記されたメッセージがさらに重要です。とマルクスは言った。アンナは手紙を読み進めるうちに、城の過去にまつわる驚くべき事実を発見した。手紙には、城の元の所有者が隠した財宝と、それを守るための秘密が書かれていた。その秘密を守るために、鍵と箱が作られたのだ。この手紙によれば、城の財宝は長い間隠されてきました。そして、その財宝を守るために、この箱と鍵が存在しているのです。とアンナは説明した。つまり、
我々が見つけた宝物は、城の歴史の一部であり、その秘密を守るために存在していたのですね。とマルクスは納得した。二人は手紙の内容をもとに、さらに調査を続けることにした。しかし、その過程で彼らは、城のスタッフの中に裏切り者がいることを突き止めた。裏切り者は箱の秘密を悪用しようとしており、アンナたちの動きを監視していた。我々の中に裏切り者がいることが明らかになりました。このことを城の他のスタッフには内密にして、慎重に行動しなければなりません。とアンナは決意を新たにした。そうですね。この秘密を守り、城の平和を保つために、私たちは全力を尽くしましょう。とマルクスも同意した。こうして、アンナとマルクスは裏切り者の正体を暴き、箱の秘密を解き明かすための新たな挑戦に立ち向かうことになった。アンナとマルクスは、城の中に裏切り者がいることを知り、緊張感が高まる中で調査を続けた。リチャードというスタッフの一人が怪しいと気づき、彼の動きを監視することにした。彼らは互いに連絡を取り合いながら、城内での不審な動きを注意深く見守った。ある夜、アンナは書庫で古い文献を調べている最中に、背後から足音を聞いた。振り向くと、そこには城のスタッフの一人、リチャードが立っていた。彼はアンナに微笑みかけながら近づいてきたが、その目には冷たい光が宿っていた。アンナさん、こんな時間に何をしているんですか？リチャードは尋ねた。歴史的な文献を調べているだけです。リチャードさんこそ、どうしてここに？アンナは警戒心を抱きながら答えた。ただの見回りです。しかし、あなたがここで何をしているのか、本当に興味がありますよ。とリチャードは言い、アンナの手に持っていた巻物に目を向けた。その瞬間、アンナはリチャードが裏切り者である可能性を強く感じた。彼の態度は不自然であり、彼女が調べていることに対して異常な関心を示していた。アンナは冷静さを保ちつつ、リチャードの動きを監視することを決意した。翌日、アンナはマルクスにリチャードとのやりとりを報告した。マルクスもリチャードの行動に疑念を抱き、彼を注意深く見守ることにした。二人はリチャードの動向を追跡し、彼が城内で何をしているのかを探るための計画を立てた。リチャードは頻繁に城の地下室に出入りしていることが分かった。アンナとマルクスは彼の行動を調査し、彼が地下室で何かを隠している可能性が高いと考えた。彼らは夜の間にリチャードの動きを追跡し、彼が秘密の部屋に向かう様子を確認した。リチャードが地下室に向かった夜、アンナとマルクスは彼を追いかけた。彼が秘密の部屋に入ると、二人はその後を追い、部屋の外で様子を伺った。リチャードは箱を開けて宝石や文書を取り出していた。ここで何をしているんだ？アンナはリチャードに問いただした。リチャードは驚きの表情を浮かべたが、すぐに冷静さを取り戻し、あなたたちが来るとは思わなかった。と言った。あなたが裏切り者だったんですね。この宝物を盗み出そうとしていたのか。マルクスはリチャードを睨みつけた。リチャードは笑みを浮かべ、そうだ、城の秘密を手に入れることで、私は大きな利益を得るつもりだった。しかし、あなたたちが邪魔をするとは思わなかった。と答えた。二人はリチャードを取り押さえ、警察に通報し、彼は逮捕された。裏切り者が捕まり、城の平和は守られた。リチャードの裏切りが明らかになった後、アンナとマルクスは再び箱の中身を調査することにした。箱の中には、城の元の所有者が隠した財宝と、その秘密が詳しく記された文書が入っていた。文書には、城の歴史とそこにまつわる謎が解き明かされており、アンナはその内容に深く感動した。この城には、これほどの歴史的価値が隠されていたのですね。とアンナは感慨深げに言った。そうだな。この発見は、城の未来にとっても重要だ。これからは、この宝物を守り、城の歴史を広く伝えるために尽力しよう。とマルクスは答えた。こうして、
アンナとマルクスは箱の秘密を解き明かし、城に平和をもたらすことができた。彼らの努力と協力は、城の未来を明るく照らし出す結果となった。リチャードの逮捕によって城の平和が取り戻された後も、アンナとマルクスは箱の中にあった文書を丹念に調べ続けた。文書には、城の元の所有者が残した多くの秘密が記されており、それは城の過去と深く結びついていた。ある日、アンナは過去に城で起こった悲劇についての記述を見つけた。それは数世紀前にこの城で起こった惨劇であり、城主の家族が悲劇的な運命をたどった出来事だった。文書には、その事件の詳細と、事件後に城主がその記憶を封印するために財宝を隠したことが書かれていた。この事件が、私たちが見つけた宝物の背景にあるものだったのですね。とアンナは感慨深げに言った。そうだな。この文書には、城主が財宝を隠すことで家族の悲劇を忘れ去ろうとした理由が記されている。とマルクスも同意した。アンナとマルクスは、この悲劇の記憶を清算し、城の歴史を正しく伝えることを城主の意思であると理解した。彼らは城の関係者にこの事実を知らせ、展示を再構成することを決意した。展示では、財宝とともにこの悲劇の歴史も紹介し、訪れる人々に真実を伝えることにした。展示の準備が進む中、アンナは城の中庭で静かに佇んでいた。彼女はこの城で過ごした時間と、ここで得た貴重な経験を思い返していた。アンナ、展示の準備は順調に進んでいますよ。とマルクスが声をかけた。ありがとう、マルクス。この城の歴史を正しく伝えることができるのは、本当に素晴らしいことです。とアンナは微笑んで答えた。展示のオープンの日、城には多くの人々が訪れた。アンナとマルクスは展示を通じて城の歴史とその背後にある悲劇を紹介し、訪れた人々に感動を与えた。城の中には、かつての住人たちの記憶とともに、新たな命が吹き込まれたようだった。私たちが見つけた財宝と、その背後にある物語は、これからも多くの人々に感動を与えるでしょう。とアンナは語った。そうだな。この城の歴史は、これからも語り継がれていくべきだ。とマルクスもうなずいた。こうして、アンナとマルクスは城の歴史を正しく伝えることができ、過去の悲劇を清算することに成功した。彼らの努力は、城の未来を明るく照らし出し、新たな歴史の1ページを刻むことになった。アジサイの語る謎。中村健太は、日本の古い歴史に興味を持つ大学教授だ。彼は研究のために、現代的な都市の一角にある古い下町に滞在していた。下町には、昔ながらの商店街や古い寺院があり、歴史的な魅力があふれている。ある日、健太は下町の借家の郵便受けに不思議なお札が入っていることに気づいた。そのお札には、古い日本の呪文のような文字が書かれており、誰が何のために送ってきたのか全くわからなかった。彼はお札を手に取り、その意味を解き明かすことに決めた。このお札、何かの祈願かお守りのようにも見えるが、一体誰がこんなものを。健太は一人ごちた。彼はまず大学の同僚に相談し、お札に書かれている文字を解読する手がかりを得ようとした。専門家たちはそれぞれの知識を駆使して調査に協力し、古い文献や資料を調べ始めた。数日後、健太はお札の文字が、下町に伝わる古い伝説に関係している可能性が高いことに気づいた。その伝説は、かつてこの町で起こった悲劇や不思議な出来事を語るもので、お札がその一部であることを示していた。このお札には何か重要な意味が隠されているに違いない。もっと調べてみる必要があるな。健太はそう決意し、さらに調査を進めることにした。彼は地元の図書館や歴史資料館を訪れ、古い記録を丹念に調べた。そこで彼は、
かつてこの町で似たようなお札が使われたことがあるという記述を見つけた。それは町の守り神に対する祈願や最悪を避けるためのものだったという。やはり、これは単なる偶然ではない。このお札には何か深い意味があるのだ。健太はますます興味を惹かれた。彼は町の住民たちにも話を聞き始めた。多くの住民が同じようなお札を受け取っていることが分かり、健太の疑念は確信へと変わっていった。お札が届く家には何か共通点があるのではないかと考え、彼はその謎を解き明かすためにさらに調査を続けた。こうして健太の冒険が始まった。お札の謎を解くことで、この町に隠された歴史的な真実に迫ることができるかもしれない。彼はその思いを胸に調査を続けることを決意した。中村健太はお札の謎を解くためにさらに調査を進めた。彼は古い文献や資料を集めるため、大学の図書館を頻繁に訪れた。健太はお札に書かれた呪文のような文字を解読しようとしたが、その文字は古代日本の特殊な文字であり、一般的な資料ではなかなか見つけることができなかった。ある日、健太は大学の同僚である歴史学者の佐藤教授に相談した。佐藤教授は日本の古代文化に詳しく、特に古代の呪文やお札についての研究を行っていた。佐藤教授は健太に、大学の図書館にある古代日本の呪文に関する書物を紹介した。この書物には古代日本の呪文やお札についての詳細が書かれています。もしかするとあなたのお札の謎を解く手がかりが見つかるかもしれません。と佐藤教授は言った。健太はその書物を借り、早速調べ始めた。書物には様々な呪文やお札の種類が記されており、それぞれの意味や用途が詳しく説明されていた。健太はお札に書かれた文字と照らし合わせながら解読を試みた。数日後、健太はついにお札の文字を解読することに成功した。その文字は古い日本の祈願文であり、特定の神に対する祈りや願いが込められていることが分かった。さらにお札には下町の特定の場所に関する手がかりも隠されていた。このお札は単なるお守りではない。何か重要な意味が込められている。おそらく下町の歴史や伝説に深く関わっているのだろう。健太はそう確信した。健太はさらに調査を進めるため、下町を歩き回り、住民たちに話を聞き始めた。彼は昔から下町に住んでいるお年寄りたちにお札について尋ねた。多くの住民がお札について心当たりがあるといい、その内容について話してくれた。私の家にも同じようなお札が届きました。何かの警告かもしれないと思って気をつけています。とある住民は語った。このお札は昔から伝わる祈願文のようなものです。私たちの家にも届きましたが、何のために送られてきたのかわかりません。と別の住民は言った。健太は住民たちの話を聞く中で、お札が定期的に送られてくることが分かった。お札が届く家には何か共通点があるのではないかと考えた彼は、さらに調査を進めることにした。ある日、健太は古い文献の中に、下町に伝わる古い伝説に関する記述を見つけた。その伝説は、かつてこの町で起こった悲劇や不思議な出来事を語るもので、お札がその一部であることが示されていた。健太はその伝説に興味を持ち、さらに詳しく調べることにした。この伝説には、お札の謎を解くための重要な手がかりが隠されているに違いない。健太はそう確信し、地元の図書館や歴史資料館を訪れ、さらに多くの資料を集めた。健太は、集めた資料をもとに、お札の背後にある謎に迫っていった。その過程で、彼は下町の歴史や伝説に関する新たな手がかりを発見し、お札が示す場所や人物についての情報を得ることができた。この町には、まだ解明されていない多くの謎が隠されている。お札を解読することで、それらの謎に迫ることができるかもしれない。健太はそう考え、
調査を続けることを決意した。中村健太はお札の謎を解くための調査を続ける中で、お札を送り続ける人物に興味を持ち始めた。彼はお札の送り主を特定するために、郵便の記録や住民の証言を集め、その人物の正体に迫ろうとした。健太はまず、郵便局に足を運び、最近の郵便物の記録を調べることにした。郵便局の職員に協力を依頼し、お札が送られてきた日や時間帯の情報を集めた。職員たちは協力的であり、健太の調査に役立つ情報を提供してくれた。最近、この地域で特定の日に多くの郵便物が配達されています。その中にお札が含まれているかもしれません。と郵便局の職員は健太に教えてくれた。健太はその情報をもとに、郵便物の配達ルートや時間帯を調べ始めた。彼は特定の日にお札が送られている家々を訪れ、住民たちに話を聞いた。多くの住民が、お札が届いた日や時間帯に共通点があることに気づき始めた。お札が届いた日はいつも夕方の4時頃です。その時間帯に誰かが郵便受けに何かを入れているのを見たことがあります。とある住民は語った。そうですね。私も同じ時間帯にお札を受け取りました。配達員の姿を見た覚えはないのですが、不審な人物が歩いているのを見かけたことがあります。と別の住民は言った。健太は住民たちの証言をもとに、お札の送り主を特定するための手がかりを得た。彼はその人物の動きを監視するために、住民たちの協力を得て、見張りを始めた。住民たちは交代で見張りを行い、健太に報告することに同意した。数日後、住民の一人が不審な人物を見かけたという情報を健太に伝えた。その人物は、夕方の4時頃に郵便受けに何かを入れているのを見られたという。健太はその情報をもとに、次の日の夕方にその場所で見張りを行うことにした。夕方の4時が近づくと、健太はその場所で待機した。不審な人物が現れるかどうか、緊張しながら周囲を見渡していた。しばらくすると、遠くから黒い服を着た人物が歩いてくるのが見えた。その人物は、郵便受けに何かを入れた後、周囲を警戒しながら立ち去ろうとしていた。健太はその人物を追跡することに決めた。慎重に距離を保ちながら、その人物の後をつけていった。人物は下町の狭い路地を抜け、古い寺院の裏手にある小さな家に入っていった。健太はその家の前で立ち止まり、様子を伺った。この家に住んでいる人物がお札の送り主かもしれない。明日、話を聞いてみよう。健太はそう考え、その日は帰宅することにした。翌日、健太はその家を訪れ、ドアをノックした。しばらくすると、年配の女性がドアを開けた。彼女は健太を見て驚いた様子だったが、すぐに落ち着きを取り戻した。こんにちは。私は中村健太と申します。最近、この町で不思議なお札が送られてくるという話を調査しています。少しお話を聞かせていただけませんか。健太は丁寧に説明した。女性は少し戸惑いながらも、どうぞ、お入りください。と健太を家に招き入れた。健太は彼女の案内で居間に通され、座るように勧められた。お札のことですが、実は私が送っています。と女性は静かに語り始めた。なぜそのようなことを。健太は驚きながら尋ねた。これは、私の祖父から受け継いだ使命なのです。この町を守るために、特定の場所にお札を送るように言い伝えられてきました。お札には、町の最悪を避けるための祈願が込められているのです。と女性は説明した。健太はその話を聞き、お札の送り主が町の歴史と深く関わっていることを理解した。彼はさらに詳しい話を聞き、お札の背後にある真実を解明しようと決意した。中村健太は、年配の女性の話を聞きながら、お札の送り主が彼女であることに驚きを隠せなかった。彼女の名前は田中陽子で、
祖父から受け継いだ使命を果たすためにお札を送り続けているという。健太は彼女に詳しい話を聞き、真実を解明しようとした。田中さん、お話を伺っていて、あなたがこの町を守るためにお札を送っているということは理解しました。しかし、なぜお札を送る必要があるのか、その背景を教えていただけませんか。健太は尋ねた。陽子は静かにうなずき、祖父から聞いた話を語り始めた。彼女の祖父は、昔この町で起こった大きな災害から町を守るために、特定の神に祈りを捧げる方法としてお札を使い始めたという。お札には、災厄を避けるための古い呪文が書かれており、それを町の特定の場所に送ることで町を守ると信じられていた。この町には、昔から災害や不幸が続いていました。祖父はそれを防ぐために、神に祈りを捧げる方法としてお札を使うことを決めました。そして、その役目を私に引き継いだのです。と陽子は語った。健太は彼女の話を聞き、お札の意味とその背後にある歴史を理解した。しかし、なぜ最近になってお札が再び送られるようになったのか、その理由が気になった。最近になって再びお札を送り始めた理由は何ですか。健太は尋ねた。陽子は少しの間黙った後、重い口を開いた。実は、数ヶ月前から町で奇妙な出来事が起こり始めました。古い建物が突然崩れたり、住民が原因不明の病にかかったりしています。私はそれが過去の災厄と同じようなものだと感じ、再びお札を送ることに決めたのです。と彼女は説明した。健太はその話を聞き、町で起こっている奇妙な出来事が、お札と関係しているのではないかと考えた。彼は陽子の話をさらに詳しく聞き、町の災厄の背後にある真実を解明するための手がかりを探した。田中さん、私が調査を続けることで、この町の災厄の原因を突き止めることができるかもしれません。もしよろしければ、引き続き協力していただけませんか。健太は真剣な表情で尋ねた。陽子は少し迷った後、もちろんです。私もこの町のためにできることがあれば協力します。と答えた。こうして、健太と陽子は協力して町の災厄の原因を調査することになった。健太は陽子から提供された手がかりをもとに、さらに調査を進めた。彼は町の古い記録を調べ、過去の災厄と最近の出来事がどのように関連しているのかを突き止めようとした。ある日、健太は図書館で古い日記を見つけた。その日記には、かつてこの町で起こった災害の詳細が記されており、祖父の時代に行われた祈願の儀式についても詳しく書かれていた。健太はその日記をもとにして、陽子の祖父が言った儀式がどのように町を守っていたのかを理解することができた。この日記によれば、祈願の儀式は町の特定の場所で行われていたようです。その場所が災厄を避けるための重要なポイントだったのかもしれません。と健太は陽子に説明した。陽子はその話を聞き、その場所が再び災厄の原因となっているのかもしれません。私たちはその場所を調べる必要があります。と答えた。健太と陽子は日記に記された場所を訪れ、調査を開始した。そこには古い神社があり、その神社の周囲には奇妙な現象が起こっていることが分かった。健太はその場所でさらに調査を行い、過去の儀式と現在の災厄がどのように関連しているのかを突き止めようとした。この神社が町の災厄を防ぐための重要な場所だったのかもしれません。私たちはこの場所で何が起こっているのかを解明する必要があります。と健太は決意を新たにした。こうして、健太と陽子は協力して町の災厄の原因を解明し、お札の謎を完全に解き明かすための最後の調査に挑むことになった。中村健太と田中陽子は、古い神社を訪れ、その場所で何が起こっているのかを解明するために調査を続けた。彼らは神社の周囲で奇妙な現象が起こっていることに気づき、その原因を突き止めるために慎重に調査を進めた。健太は神社の古い記録を調べ、そこに隠された歴史的な背景を発見した。
その記録には、かつてこの神社が町を守るための重要な儀式の場であったことが記されていた。さらに、神社の祭壇の下には古代の封印が施されており、それが町を守るための結界となっていたことが分かった。この封印が町を最悪から守っていたのですね。と健太は感嘆しながら言った。そうです。この封印が解かれてしまったために、最近の最悪が再び起こり始めたのかもしれません。と陽子もうなずいた。二人は、封印を再び強化するための方法を模索した。健太は古代の儀式に関する記録をもとに、再び封印を施すための準備を進めた。彼らは神社の祭壇を清め、必要な儀式の道具を揃えた。ついに、儀式の日が訪れた。健太と陽子は神社で厳かに儀式を執り行い、封印を再び施すための呪文を唱えた。彼らの努力の甲斐あって、神社の祭壇には再び強力な封印が施され、町を最悪から守る結界が復活した。これで、この町は再び守られることでしょう。と健太は安心した様子で言った。ええ、これで私たちの使命は果たされました。祖父もきっと喜んでいるでしょう。と陽子も微笑んだ。健太と陽子は、町の住民たちにこの出来事を伝え、町の歴史と隠された真実を共有した。住民たちは、お札の意味とその背後にある歴史を知り、町の誇りを取り戻すために一致団結した。数週間後、町では特別な展示会が開かれた。展示会では、お札や古代の儀式に関する資料が公開され、多くの人々が訪れた。展示会は大盛況で、町は新たな観光名所として注目を集めるようになった。この展示会を通じて、町の歴史とその背後にある物語を多くの人に知ってもらうことができました。これからもこの町の歴史を守り続けていきましょう。と健太は住民たちに語りかけた。ええ、私たちも協力してこの町を守り続けます。と住民たちも同意した。こうして、健太と陽子の努力は実を結び、町は再び活気を取り戻した。彼らの調査と協力によって、隠された歴史が明らかになり、町の未来に光が差し込んだのだった。ひび割れた鏡の秘密。高橋美香子は、静かな住宅街にある小さな化粧品店で働いていた。店は地元の常連客に愛され、アットホームな雰囲気が漂っていた。ある日、美香子は新しい鏡を店に陳列した。鏡は美しく、店内の雰囲気を一層華やかにしていた。次の日の朝、美香子は出勤すると、驚くべき光景を目の当たりにした。新しく陳列したばかりの鏡が、何の前触れもなく割れていたのだ。ガラスの破片が床に散らばり、美香子は困惑しながらそれを片付けた。どうしてこんなことが。美香子は不思議に思いながら、別の鏡を陳列した。しかし、次の日の朝、再び鏡が割れているのを発見した。何かおかしいと思った美香子は、店長に相談することにした。店長、鏡がまた割れていました。何か原因があるのでしょうか。美香子は心配そうに尋ねた。確かに奇妙だね。最近、他のお店でも似たようなことが起こっているって聞いたけど、何かのいたずらかもしれない。店長は考え込んだ。二人は鏡が割れる原因を探るために、店内の監視カメラの映像を確認することにした。しかし、映像には何も映っていなかった。鏡が割れる瞬間を、その前後に怪しい動きも一切なかったのだ。どうやら、誰かが直接手を下しているわけではなさそうね。でも、このまま放っておくわけにはいかないわ。美香子は決意を新たにした。美香子は鏡の謎を解明するために、自分で調査を始めることにした。彼女はまず、店内の他のスタッフや常連客に話を聞いてみることにした。
もしかすると、何か手がかりが得られるかもしれないと考えたのだ。最近、店内で何か変わったことはありませんでしたか？美香子は同僚に尋ねた。特に何も変わったことはないけど、最近少し気味が悪い感じがすることがあるわ。特に夜になると。同僚はそう答えた。美香子はその言葉に引っかかりを感じた。夜になると店内の雰囲気が変わるというのは、何か関係があるかもしれない。彼女はその夜、店に残って様子を見てみることにした。夜遅く、店内は静まり返り、美香子は一人で店の中を見回していた。突然、かすかな音が聞こえてきた。美香子は音のする方に目を凝らし、ゆっくりと近づいた。誰かいるの？美香子は小さな声で問いかけた。しかし、返事はなかった。音は鏡の方から聞こえていたが、誰もいない。その時、美香子は鏡の表面にかすかなひびが入るのを目撃した。何も触れていないのに、鏡が自然にひび割れたのだ。美香子は驚きと恐怖で凍りついたが、何か原因があるに違いないと感じた。翌日、美香子はさらに調査を進めるために、近隣の店にも話を聞いてみることにした。彼女は、同じような現象が起こっているかもしれないと考えたのだ。最近、何か変わったことはありませんでしたか？美香子は隣の文房具店の店主に尋ねた。実は、うちでも不思議なことが起こっているんだ。毎晩閉店後に陳列している商品が移動していることに気づいたんだが、誰も触った形跡がないんだよ。店主は不安げに答えた。美香子はその話を聞き、ますますこの現象に興味を持った。彼女は店内で再び調査を行うことにした。特に夜間に何かが起こっている可能性が高いと感じたからだ。その夜、美香子は再び店に残り、監視を続けた。深夜、ふと店内の影が動いたように見えた。美香子はその影を追って、静かに店内を歩き回った。誰なの？美香子は再び問いかけた。しかし、やはり返事はなかった。影は一瞬で消え、再び静寂が訪れた。美香子は次の日、再度監視カメラの映像を確認した。すると、深夜にかすかに動く影が映っているのを発見した。影は人の形をしていたが、非常にぼんやりとしていて正体をつかむことはできなかった。これは一体何なの？美香子は不安を感じながらも、真実を突き止める決意を固めた。彼女は次の日、店長にこの映像を見せ、相談することにした。店長も驚きながらも、美香子の調査に協力することを約束した。美香子、一緒にこの謎を解き明かそう。もしかすると、私たちが見逃している何かがあるのかもしれない。店長はそう言って、美香子を励ました。美香子と店長は、さらに調査を進めるために専門家に相談することにした。彼女たちは、霊的な現象や未解決の事件について詳しい専門家のもとを訪れた。この現象は、もしかすると過去にこの場所で起こった何かが原因かもしれません。鏡はしばしば霊的な存在が関わることがあります。と専門家は説明した。彼女たちはさらに調査を進め、ついに真実にたどり着いた。実は、店が建てられる前にこの場所で不幸な事故が起こっていた。その事故の影響で、霊的な存在が鏡に影響を与えていたのだ。私たちが気づかないところで、過去の出来事が今に影響を与えているのですね。と美香子は言った。そうです。過去を癒すことで、この現象を止めることができるでしょう。と専門家は答えた。美香子と店長は専門家の指導のもと、過去の霊を慰める儀式を行い、ついに鏡が割れる現象を止めることに成功した。店は再び平和な場所となり、美香子はこの経験を通じて、多くのことを学んだ。散歩道の謎。
名門大学のキャンパスはいつも賑やかな学生たちの声で満ちていた。だが、その日、教授の小森由紀子の教え子である斎藤春也が突然姿を消した。彼が最後に目撃されたのは、キャンパス内の散歩道だった。学生たちは普段からその道を散歩し、考え事をしたり友達と語り合ったりしていたが、その日は何かが違った。由紀子は警察と共に捜索を始めた。春也の行方は全くつかめず、手がかりもほとんどない。焦る気持ちを抑えながら、由紀子は春也の部屋を訪れ、何か見逃しているものはないかと調査を開始した。部屋の中は整然としていた。春也の趣味である古典文学の本が並ぶ本棚や、勉強机に置かれたノートパソコン。ふと、由紀子は机の引き出しの奥に古びたノートを見つけた。そのノートは、春也が日常の出来事を綴ったもので、由紀子はそのページをめくっていった。あるページに、奇妙な暗号のような記述が目に入った。それは何かのメッセージを暗号化したもののようだった。由紀子はその内容を理解しようと試みたが、初見では全く解読できなかった。これは一体。由紀子はそのページを慎重に切り取り、大学の暗号研究を専門とする同僚に相談することにした。彼女は直感的に、この暗号が春也の失踪に関連していると感じたのだった。その日の夜、由紀子は自宅で暗号の解読に取り組んだ。ノートに書かれた文字列を様々な方法で試し、ついに一つの手がかりをつかんだ。暗号は、キャンパス内の特定の場所を示しているようだった。次の日、由紀子は早朝にその場所へ向かった。それはキャンパスの隅にある古い図書館の地下室だった。普段はあまり人が訪れない場所だが、由紀子は春也がここで何を見つけたのかを知りたかった。地下室に足を踏み入れると、そこには古い文書や書籍が山積みになっていた。その中の一つに、由紀子は目を奪われた。それは、大学の過去の歴史に関する古い文書で、過去に大学で起きた未解決事件について詳しく書かれていた。これが、春也が見つけたもの。由紀子はその文書を手に取り、読み進めるにつれて、春也の失踪が過去の事件と関係していることを確信した。この謎を解くために、由紀子はさらなる調査を開始する。大学教授の小森由紀子は、古い文書の中に記された情報に驚きを隠せなかった。大学で過去に起きた未解決事件と斎藤春也の失踪事件がどのように関連しているのかを解明するために、由紀子は再び調査に乗り出した。まずは、暗号化されたメッセージの解読を進めることにした。夜遅くまで大学の研究室に残り、由紀子はメッセージを一文字ずつ解析していった。その努力が実を結び、ついにメッセージの全貌が明らかになった。メッセージには、キャンパス内の特定の場所に関する手がかりが記されていた。それは、大学の歴史を研究している人々がよく利用する資料室だった。翌日、由紀子は資料室へと向かった。そこには、古い書籍や文書が整理され、きちんと保管されていた。由紀子は、春也がここで何を見つけたのかを探るために、慎重に資料を調べ始めた。しばらくすると、彼女は一冊の古い日記に目を留めた。日記の表紙には、かつてこの大学で教鞭をとっていた教授の名前が書かれていた。日記を開くと、そこには過去の未解決事件に関する詳細な記述が綴られていた。事件は何十年も前に起きたもので、当時の大学の教授が不審な状況で失踪したというものだった。現代の春也の失踪事件との共通点に驚いた由紀子は、さらに読み進めた。日記には、失踪した教授が秘密の研究を行っていたこと、そしてその研究が大学の高官たちの利権に関わるものであったことが記されていた。由紀子は春也がこの事実にたどり着き、何らかの危険にさらされたのではないかと考えた。その日、由紀子は資料室での調査を終えると、暗号メッセージに示された次の手がかりの場所へと向かった。次の手がかりは、大学の古い礼拝堂に隠されているというものだった。
礼拝堂は普段使われておらず、キャンパスの片隅にひっそりと佇んでいた。夜、ユキコは懐中電灯を片手に礼拝堂に足を踏み入れた。古びた建物の中は静まり返っており、独特の緊張感が漂っていた。ユキコは心を落ち着け、手がかりを探し始めた。すると、床板の一部が不自然に浮き上がっているのを発見した。ここに何かが隠されている。ユキコは慎重に床板を持ち上げると、その下には古い木箱があった。木箱を開けると、中にはさらに詳細な研究資料と、いくつかの手がかりが収められていた。その中には、春也が探していたものと思われる資料も含まれていた。ユキコは資料を持ち帰り、再び研究室で調査を続けた。資料の内容は衝撃的だった。過去の事件は大学の上層部によって隠蔽されており、関与した者たちが現在も大学に影響力を持っていることが判明した。春也はこの秘密を暴こうとしていたのかもしれない。真実に近づくにつれて、ユキコは自分自身も危険にさらされていることを感じた。しかし、春也を救い出すためには、この謎を解き明かすしかなかった。ユキコはさらなる決意を胸に、次なる行動に移ることを誓った。小森ユキコは、古い礼拝堂で見つけた資料をもとに、過去の未解決事件と現代の春也の失踪事件がどのようにつながっているのかをさらに調査することにした。資料には、大学の歴史に関わる重要な情報が含まれており、その中にはキャンパスで起きた奇妙な出来事の詳細も記されていた。資料の中でも特にユキコの目を引いたのは、大学が創立されて以来続く陰謀についての記述だった。その陰謀には、大学の高官たちが関与しており、彼らは自らの地位と権力を守るために様々な手段を使っていた。ユキコは、この陰謀が春也の失踪に関係していると確信した。ユキコは資料を調べ進めるうちに、大学内にもう一つの隠された場所があることに気づいた。それは、キャンパスの地下に広がる古いトンネルであり、長い間忘れ去られていた。トンネルの存在は大学の一部の関係者だけが知っているもので、ユキコはこの場所に春也の手がかりがあるかもしれないと考えた。翌日、ユキコはトンネルの入り口を探しに出かけた。トンネルの入り口は、大学の歴史的建造物の一つである旧校舎の地下に隠されていた。ユキコは旧校舎の地下室に足を踏み入れ、暗闇の中でトンネルの入り口を見つけ出した。トンネルの中はひんやりと冷たく、独特のカビ臭が漂っていた。ユキコは懐中電灯を片手に、慎重に奥へと進んでいった。トンネルの壁には古い絵や記号が描かれており、それらは過去の大学の歴史を物語っていた。途中、ユキコは小さな部屋にたどり着いた。部屋の中には、古い机と椅子が置かれており、その上にはさらに詳細な研究資料が広げられていた。ユキコはその資料を読み進めると、大学の高官たちが過去にどのように権力を握り、陰謀を企ててきたかが克明に記されていた。資料の中には、春也が失踪する前に調査していた情報も含まれていた。ユキコはその情報をもとに、春也が何を見つけようとしていたのかを理解した。春也は、大学の高官たちが関与する不正な取引や、過去の事件の真相を暴こうとしていたのだ。ユキコはさらにトンネルの奥へと進み、ついに春也が残した手がかりを見つけた。それは、春也が最後に書き残したメモであり、彼がどこに連れて行かれたのかを示していた。メモには、大学の上層部の一部屋の名前が記されており、そこに春也が監禁されている可能性が高いと示唆されていた。ユキコは春也を救出するために、大学の上層部に直接乗り込むことを決意した。彼女は警察に連絡し、協力を仰ぐことにした。しかし、大学の高官たちは強大な権力を持っており、ユキコが春也を救出するには大きな危険が伴うことを覚悟しなければならなかった。その夜、ユキコは再び研究室で調査を続け、大学の高官たちの陰謀を暴くための証拠を集め始めた。彼女は春也のメモを手がかりに、
次の日の決戦に向けて準備を整えた。ユキコは春也を救い出し、大学に救う闇を明るみにするために全力を尽くす決意を固めた。小森ユキコは、春也のメモを手がかりに大学の高官たちの一部屋に春也が監禁されている可能性を確信した。警察と協力しつつも、彼女は信頼していた同僚が事件に関与している可能性に気づき、慎重に動く必要があった。ユキコは、春也のメモに記された部屋へと向かう前に、警察と連絡を取り合い、救出作戦を練ることにした。彼女は大学の上層部に内通者がいる可能性を考慮し、少人数の信頼できる警察官とだけ情報を共有することにした。夜が更けた頃、ユキコと警察は静かにキャンパス内のその部屋に向かった。建物の廊下は静まり返っており、緊張感が漂っていた。ユキコは懐中電灯を握りしめながら、春也が監禁されている可能性のある部屋の前に立った。ユキコはドアを開ける前に、最後の確認をした。警察官たちは周囲を警戒しながら、慎重にドアを開けた。中には薄暗い照明が灯され、部屋の中央には縛られた春也がいた。春也は疲れ切っていたが、ユキコの姿を見て希望の光が戻った。教授。春也の声はかすれていたが、確かに生きていた。ユキコは安堵の表情を浮かべ、春也の元へ駆け寄った。しかし、その瞬間、背後から一つの影が動いた。ユキコが信頼していた同僚、原田教授が部屋の奥から現れたのだ。やはり来たか、小森教授。原田教授の冷たい声に、ユキコは驚きを隠せなかった。彼が事件の黒幕であり、大学の陰謀の一部であることが明らかになった。原田教授は、自らの立場を守るために春也を監禁し、真実を隠蔽しようとしていたのだ。春也を解放しなさい。あなたが何を企んでいるのか分かっています。ユキコは毅然とした態度で原田教授に対峙した。原田教授は微笑みを浮かべながら、ゆっくりと近づいてきた。あなたに私を止めることはできない。大学の秘密を暴こうとする者は排除されるべきだ。原田教授は手に持っていた書類を見せつけた。それは、大学の不正や過去の事件に関する詳細な記録だった。彼はこれらの記録を利用して、自らの地位を守るために動いていたのだ。その時、警察官たちが部屋に突入し、原田教授を取り押さえた。彼は抵抗することなく捕らえられ、真実が明るみに出ることとなった。春也は無事に救出され、ユキコと共にその場を後にした。事件の真相が明らかになると、大学は大きな混乱に見舞われた。しかし、真実を求めたユキコと春也の勇気によって、大学の腐敗した部分が浄化されることとなった。春也はユキコに感謝の意を示し、二人は新たな希望を胸に歩き出した。ユキコは、これからも真実を追い求め続けることを誓った。大学に救う闇は払われ、キャンパスには再び平和が訪れた。春也もまた、ユキコのような真実を追求する人物になることを決意し、新たな一歩を踏み出したのだった。小森ユキコ教授と斉藤春也が共に大学の闇を暴き、真実を明るみに出してから数週間が経った。キャンパスは徐々に平静を取り戻し、学生たちは日常の生活に戻っていた。だが、ユキコと春也にはまだ終えるべき最後の仕事が残っていた。大学の理事会は、今回の事件を受けて、過去の出来事について正式に調査を行うことを決定した。ユキコと春也はその調査委員会の一員として、さらなる証拠の収集と報告書の作成に取り組んでいた。その日の午後、ユキコと春也はキャンパスの奥にある古い建物に向かっていた。そこには、過去の事件に関する重要な証拠が隠されていると伝えられていた。二人は慎重に建物の中に入り、長い間使われていなかった書庫へと向かった。書庫の奥にある古い棚を調べていると、春也が一冊の古い本を見つけた。本の中には、過去の未解決事件に関する詳細な記録と、
当時の関係者たちの証言が書かれていた。ユキコはその本を手に取り、ページをめくりながら深い思索にふけった。これが全ての真実なのね。ユキコはつぶやきながら、事件の全貌が明らかになることに安堵を感じていた。その時、背後から聞き慣れた声が聞こえてきた。教授、お疲れ様です。振り返ると、そこには大学の新たな理事長が立っていた。彼は今回の事件を受けて新たに任命された人物であり、大学の浄化を図るために努力していた。この本が全ての鍵ですね。これで、過去の不正を完全に明らかにすることができるでしょう。理事長の言葉に、ユキコは深くうなずいた。春也もまた、その本を見つめながら新たな決意を固めていた。私たちは、これからも真実を追求し続けます。大学が再び同じ過ちを繰り返さないように。春也の言葉に、ユキコは微笑んで答えた。彼らの努力によって、大学は過去の闇から解放され、新たな未来へと進むことができる。ユキコと春也は、これからも真実を求める道を歩み続けるだろう。その日の夕方、二人はキャンパスの散歩道を歩いていた。かつて春也が失踪した場所であり、今回の事件の発端となった場所だ。だが、今ではその道も穏やかで平和な雰囲気に包まれていた。教授、本当にありがとうございました。あなたの助けがなければ、真実を明らかにすることはできなかったでしょう。春也の感謝の言葉に、ユキコは静かにうなずいた。春也、これからもあなたは真実を追求する道を進むべきです。私はあなたを信じています。二人はしばらく散歩道を歩き続け、その後、大学の新たな未来に向けて歩み出した。彼らの勇気と決意は、次の世代に受け継がれ、大学は再び希望に満ちた場所へと変わっていくことだろう。